皆さんこんにちは、小沢達也です。カメラはどっちだ？こっちか。こっちどっちでもいいね。どっちでもいいね。今回ですね、ドットコンとドットコンプラス、ちょっと真面目にプレゼンしてみようかなと思います。どうぞ皆さんお付き合いください。よろしくお願いいたします。じゃあちょっとね、プレゼンの方をさせていただきます。まずですね、ドットコンより前にですね、まず今の地球を取り巻く気候変動、こちらの方を少しご紹介させていただきたいなと思います。はい、気温上昇ですね。はい、皆さんもうね、だいぶもう体感してるんじゃないですか。はい、暑いっすね。マジでクソ暑い。はい。降水パターンの変化。で、めちゃめちゃ雨降ってますね。半端じゃないですね。なんか東京とかの空がね、なんかもう、なんか沖縄みたいな、なんか空に見えますよ。なんかもう綺麗にね、南国みたいな東京がね。これね、自分すごい体感してるんですよ。ね、降水パターンも変わってきた。ね。それと海面上昇。ね。これも皆さんね、体感してないですね。これさすがにね。さすがにこれはまだわからないけれどもね、世界中はね、なんか今これで悩まされてる国もたくさんある。ね、台風の増加と大型化。ね、さっきも言ったけど、本当沖縄みたいなんか、南国みたい、東京も。もうすごい、もうスコールだよ、スコール。ものすごい雨が降るんだ。ね。もうほんとそういったゲリラにもね、対応していかなきゃならなくなってしまったということでね、これはもう体感されていると思います。ね、あとね、これね、私ね、よく訴えかけているんですけれどもね、下水処理場ってありますね。あれ下水にね、流れたものが、下水処理場にたどり着いて、そこで処理をされてから海なり川なりに、放流するわけなんですけれども、これがね、今こういう状態なんですよね。はい。汚水が3割、雨水が7割と。ね、こういうデータがあります。はい。でね、下水処理場ね、能力いっぱいだっていうんですね。じゃあ、雨水減らせばいいんじゃないっていう。ね、単純なことですよね。はい。でもね、昔はね、全部下水に集めて流しちゃってたんですよ。雨も何もかもね。でも今それがダメだダメだって言ってね、今下水とね、雨水はつなげないようになっています。どんどんやってるんだけど、まだまだ流れていってしまう。これの原因がどこにあるのかっていうのもお話しさせてもらおうかなと思います。こちらですね、ドットコン、ね、ご紹介前にですね、はい、雨水染み込みアンバサダーというものがございます。はい、これ2024年から始まりましてですね、私たち、000-006番というとても若い番号をいただくことができました。まずこの染み込みって言葉がね、出てきたのがね、すっごい嬉しかったんです。めちゃくちゃ嬉しかった。はい。もうほんと時代にぴったりだなと。はい。いろいろね、ドットコンもコメントいっぱいもらうんですよ。降った雨はどうすんだと。ね、下がぐちゃぐちゃになっちゃうんじゃないのとか、沈下してしまうんじゃないかとか。いろんなことをね、言う方いらっしゃるんですけどね、皆さんよく考えてほしいんですよ。そもそもアスファルトとかコンクリートって昔ありましたかっていう話。ない時は染み込んでいたんですよ。塞ぐ方がおかしくないですか？皆さんね、これも私すっごくお伝えしたいことがあります。アスファルトって何ですか？皆さんが想像するアスファルト。道路ですよね。皆さんがイメージしているのは道路です。違うんですね、アスファルトの起源は。はい、これ防水剤です。アスファルトはね、建物の防水に使われていました。それが、ある学者さんがですね、砂利を入れてね、入れたら道路に使えるんじゃないかということで普及したのがアスファルト。道路に使うアスファルトですね。つまりですね、地面をどんどん防水しているわけなんですよ。こんなのね、人間が生まれなかったらこんなものは絶対できなかったんです。はい。それによるね、気候変動も絶対起きてるはずなんです。まさしくさっき言ったね、下水に流れてしまうとか、下水もそもそもなかったですけどね。はい。そういったね、いろんな問題が起きているということです。で、そこで染み込ませようというね、こういう判断にようやく気づいたか東京というね。ありがとうございますということです。私たちの商品とても時代にいいタイミングでできてるなということがここで分かっていただけるかなと思います。これもね、ご紹介したかったんです。さっきね、コンクリートもアスファルトもないよと言いましたが、ね、これ関東ローム層、これね、昔多分ね、学校で習ったことがあると思います。僕は全然大人になっても忘れてましたけど、はい、大人になって勉強し直しました。はい、関東ローム層ね。地面です。富士山周辺ですね。はい。こちらですね、時間140ミリなどで浸透しますよ。こんなに染み込んだらね、起きない水害って絶対あるはずなんです。だから地面を塞いじゃいけないんです。ね、そういったところでこれもちょっとご紹介させていただきたかったです。はい、もう一つ質問。なかなか商品に行きませんね。すいません。はい、皆さんにちょっと質問させてください。
駐車場、あなたがマイホーム建てます。ハウスメーカーからね、こういう質問されます。駐車場、コンクリート、アスファルトやるんですけれども、平らがいいですか？斜めがいいですか？はい。これ試しにね、私いろんな人に質問したことあります。皆さん、100% の答えが返ってきます。平らがいい。面白いですね。はい。ですけどね、こういう質問ってされないんですね。はい。ハウスメーカーはね、もうほぼ勝手に設計図面で勝手に斜めにします。なぜ勝手に斜めにしますかと言いますと、平らにする術がね、なかったんです。ありますよ、水を振動するもの。これも皆さんよく言うんです。ドットコンがあるけどね、皆さんなんだよと。ポーラスアスファルト、ポーラスコンクリート、あるじゃないか。水浸透するじゃないかと。またインターロッキングブロックとかね。いろいろあるじゃないかと言うんですけれども、皆さんね、じゃあそのインターロッキングブロックもそうです。アスファルト、透水性アスファルト、ポーラスコンクリート。よく見てください。平らに施工されてる箇所ありますか？ないんですよ。全部斜めに施工されています。なぜでしょう？水を浸透するのに。目詰まりしてしまうからなんですね。いつか目詰まりして機能しなくなるから斜めに施工しちゃうんです。ドットコンは世界で初めて平らにできます。これもご紹介していきますのでぜひ見てください。はい、こちらようやく出てきましたね。すいません。こちらドットコン、こちらでございます。はい、ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、このグレーのパネル。これを敷き並べてコンクリートを入れるとこのようになっていくんですね。はい、寸法とかね、このようになっております。透水率 100% でございます。穴ですからね。はい、通りますね。間違いなく。そしてね、溜めるということも可能です。パネルをね、ひっくり返して、水を入れると約14リットル貯水の方が可能になります。これもね、結構大事な数字ですので、皆さん覚えておいてください。防ぐね。はい、こちらですね、温度が、平均温度が 1.2 度。夜間の平均が 2.4 度低い。ね、このようにね、データの方が取れています。はい、そしてさっきね、紹介した平ら。ね、こちらでございます。そして減らすということですね。工期がね、大幅短縮されます。水勾配とか排水設備が不要になります。コストもカットされます。そういったところがかなり見込めてくるということです。透水性アスファルト。先ほどね、少しご紹介しましたが、目詰まりしてしまいます。はい、このようにデータになってます。360ミリの雨に対して2、3年後3.6ミリ。やばいですね、この数字。はい、100分の1です。はい。だからみんなね、斜めにするんですよ。はい。で、私が言ってる通りそんなに普及してないのもこれが原因。はい。で、みんな斜めに施工されていますと。でね、表面ボロボロなんでね、トラックが走るとね、タイヤ切ったりするとボロボロ剥がれちゃう。ドットコンはね、最初 97.7 ミリ、1時間に水浸透します。まあ、1時間100ミリくらいの雨がね、余裕でパッといっちゃいますからね。はい。そしてね、20年後、はい、81.8 ミリと、まあ、目詰まりしてしまうんですけど、ほとんど目詰まりしてないですね。このように目詰まりのテストを行っております。なので、ドットコンは目詰まりとてもしにくい。これも、平らにできるポイントでございます。そして、ドットコンは目詰まりで、いつか20年後これぐらい下がってるからね、いつかしてしまうんですよ。まあ、その時のためにね、メンテナンスができる。これが、平らにできる最大のポイントです。メンテナンスできるからフルフラットにできるんです。そうです。いつかね、水たまりできてしまいます。いくらドットコンといえどもね、大気中には塵や埃あります。はい。ですが、メンテナンスができる。砂利をバキューム等で吸い上げる。もう一つのやり方は、アースドリル。そういったもので穴を、露床。まあ、土ですね。土の部分とまで干渉させる。ね、ほぐしてあげる。そういうことをすることによって、再浸透をしていくことになります。だから、平らにできるんです。はい、こちら温度変化による、試験ですね。ちゃんとね、ベターンリビングってすごい有名な、ちゃんとしたところです。検査機関で出してます。夏場の表面温度が 1.2 度低いです。夜間では 2.4 度低くなるよという放熱がするんですね、よくね。はい、こういうデータも取れています。こんな試験もね、行いました。ドットコンはね、強度低くで大丈夫って。ね、こんなのすぐボロボロになるよと。ね、もう、すぐボロボロで使えなくなる。そんなことないんです。ね、ちゃんと実験してます、私たち。はい、200トンの圧力で押すというね、見てください。こちら凄まじい機械です。はい、200トン。すごいですね。これでこういうテストの方もやってます。もちろんクラックとか入りましたけど、完全崩壊はしてません。で、これすごく言いたいことがある。アスファルト、道路だね。この間もね、かわいそうだ。ね、ヤシオで陥没してしまった、ボコーンと。で、こういうのを何て言うかというと、完全崩壊っていう。ね、完全に崩壊してしまった。じゃあ、鉄筋コンクリートのは何がすごいかと言いますと、完全崩壊しないのが鉄筋コンクリート。
だからね、皆さんボロボロになるよとか言うからね、完全崩壊するようなことはね、ないんです。こんな200トンで押してもね、大丈夫なんです。そんな完全崩壊はしませんでした。コンクリートっていうのはそもそもすごい圧縮強度には強いよということですね。でね、曲げ強度とかね、いろいろデータ出してます。はい。で、穴が開いているから当然強度は低い。低いんですけど、重量が6トン車ぐらいまで大丈夫です。コンクリートだからね、ひび割れはね、します。一般のコンクリートだってしますよね。ドットコンだからしやすいということはなくてですね、はい、コンクリートはそもそもひび割れするもの。ね、ガラスですから。はい、性質。アスファルトはゴムです。コンクリートはガラスと同じに例えられます。ガラスの上車走らしてるんですから、割れないわけないんです。はい。で、割れてもいいようにね、鉄筋が入ってるんですね。大型ショッピングモールでもどこでも何でもね、倉庫でも行ってください。割れてないとこなんかないんです。でもね、ドットコンはね、意外とね、ひび割れしにくいっていうデータはありますよ。丸がいっぱい開いているんでね。熱による収縮でひび割れるんですけれども、これがとてもしにくいです。施工事例。はい。もうね、こんなにたくさん、本当にごく一部です、これは。ごく一部です。もうほんと集合住宅さんでもね、全然使ってもらってますし。はい。こういうね、店舗の駐車場とかね、もういろんなところでいろんなやり方、草植えたりね、木植えたりと、いろんなやり方で使っていただいております。ね、こちらもね、イタリアンレストランのアプローチ、ね、こういうね、いろんな人が通るところでも使っていただいたりですね、もう本当にそんな皆さんが思うほど歩きにくくないというか、歩きにくくないです。はい。つまずく転ぶという事例は私一回も聞いたことありません。2024佐賀。こちらね、国体のスポーツの競技場、佐賀で行われたんですけど、ここでね、修繕工事でね、採用されたんです。これが、ドットコン初めての公共工事での採用となってます。初施工ですね。はい、こちらね、バックネットの裏に水がバンバン流れちゃった。で、表面で水をせき止めたというね、これも面白い使い方ですね。はい。表面に施工するからね、使い方っていろいろできるんです。ね、こういう使い方をしていただきました。そして、インドネシア共和国。こちらの方はね、2度ほど大使館の方にプレゼンさせていただいて、で、インドネシアの方に行きました。ここでね、採用されたんですね。はい。施工日の連絡はまだ受けてないんですが、いつか来るでしょう。まだやってないです。はい。そしてこちら、コンゴ共和国の大統領補佐官。こちらの方。はい。こちらの方が来社いたしました。とてもなんか怖そうな方なんですけれどもね。はい。来社していただいてですね、JICA の案件としてですね、ODA ですか。はい。ここでやっていきたいよといったことでね、お話いただいたんですけど、本当この後すぐ紛争が始まってしまいました。なのでですね、それが落ち着いてから、またこういったのはプロジェクトとしてまたお声かけていただけると思います。国交省の敷地の方でもですね、実はもうね、展示されております。本当にね、こういった商材、とても協力していただける状況に今なってるんですね。はい、国交省の方もですね、貼っていいよって、これ本当初期のドットコンなんですよ、これ。これはっきり言って失敗作でごめんなさい。本当に失敗作でね、あまり売らなかったやつ。はい。売れなかったんじゃなくて売らなかったやつですね。施工がすごい大変でね、これはちょっとね、やめておきました。ですけどね、こういう早い段階でやっていいよなんてね、はい、こんなことも言ってくださってですね、ちゃんと施工してあります。はい、こちら。これがね、今一番大きい案件ですかね。サウジアラビア。はい、こちらの方でですね、シェラトンホテル、ジェッタという場所にあります。はい、サウジアラビアのジェッタというところにシェラトンホテルがございます。こちらの方でですね、施工の方が決定いたしました。はい。で、日系企業さんの方がですね、こちらにもう20年近く、こちらで仕事の方をされておりまして、そちらの方が、こちら中東の方でですね、もう全域でドットコンの方を販売していきたいんだということで声かけいただきまして、はい、もちろん喜んでよろしくお願いしますということになりました。そして、シェラトンホテルが施工決定したということになります。日系企業だけでね、サウジアラビアとかでね、物販することができなくて、はい、それでですね、向こうで合併する必要がある。で、その合併先がシェラトンホテルのオーナーさんだったというね、面白い経緯がございます。なので私たちの敷地、はい、こういったところですね。これがシェラトンホテルです。で、ここ赤い部分、メイン通路ですね。こういったとこやってほしいとかね。いろんな、ここ全体私の敷地だからどこやってもいいよとか。こういうね、お話もいただいております。はい、こちら、大成建設さん、大成ロテックっていうね、会社がございます。こちらの方でですね、なんとネチスの登録。これね、ネチスはちょっと業界すぎてちょっとわからない人たくさんいると思うんですけれども、入札の時の加点対象になるような、そのようなね、とても面白い、ネチスというのはね、新技術ということでね、積極的に使うとね、すごくいいことがあるよというね、そういった、でも登録は死ぬほどめんどくさい。私たちも一回挑んだんですけど、やめました。はい。そんな登録も、大成ロテックさんが代わりにやってくださってるよという、こういう状況もございます。
はい、特許とかね、こんなにいっぱいあるんですね。これドットコム関連で全部こんなに載ってます。商標も入ってますけどね。はい、もうガチガチにね、守ってね、PCT なんかもね、出願されてしていますし、はい、こちらの方も万全な体制でやっております。はい、グッドデザイン賞もね、2023、2024と何度連続受賞することができました。ね、最初はこの黒、さっき失敗作って言っちゃったんですね。失敗作で、グレーに改造して、こちらが今ね、主流で販売されておりますけど、こちらの方で受賞することができました。また2025年もね、今、申請しております。結果はどうなるかお楽しみください。はい、ドットコンは、助成金が使えるかもしれない。はい、ドットコンはですね、このね、薄い浸透マスと同じですよというですね、はい、このような、ね、評価をいただいているんですね。これには助成金実は出るんですよ。はい、これ自治体で見てください。じゃあ何が同じなのかと言いますと、このようになっています。浸透マスね、P1 から P7 とね、なんかいろんな大きさがサイズがあるみたいです。この P4 という大きさとドットコン4枚。これがほぼ同じですよということでですね、水貯留浸透技術協会と、こちらの方でですね、調べていただきまして、はい、このように評価いただいておりますので、まず間違いなく助成金の方が使えるんじゃないでしょうか。イメージはね、こんな風になっております。こちらドットコンを施工した現場、こっちがですね、浸透マスを置き換えた現場ですね。はい、こっちがフェイクですね。はい、これぐらい水たくさん浸透しますよということです。はい、そしてね、浸透マスとかね、そういった工事、ね、舗装工事と絡めていきますと、大体アスファルト舗装と同じぐらいのコスト感になってきますね、ということが、こちらの方で、計算することができました。はい、そしてね、ドットコンプラス。はい、こちらの方をですね、これからご紹介させていただきたいなと思います。なんでね、ドットコンプラス、これを作ったかと言いますと、丸のタイプのドットコンはですね、いろいろな意見を言われます。丸嫌いだよって。集合体恐怖症の人とかね、いろんな人がいるみたいです。はい、こういう人も、デザインが嫌だっていう人もいます。それとですね、ヒール履いた人、杖ついた人、これには本当に不向きです。穴にはね、砂利とかを入れるんですけれども、それにしたってそんなボコボコしてない方がもちろんいいんでですね、そういったのは良くないということですね。もう一個問題点ありました。それと、ひび割れをする。ね、コンクリートだからひび割れするよってね、さっきね、ドットコンに限らずコンクリートはひび割れしてしまうというふうにね、お話ししたと思うんですけれども、はい、なんとですね、その問題点全てを解決してしまう。そしてドットコンの丸のパターンの機能は全て引き継ぐというね、はい、そんな素晴らしい商品をですね、私思いついて開発することができました。はい、こちらの方のですね、ご紹介の方もさせていただきます。はい、こちら、なんとですね、ドットコンプラスすごいんですね。なんとですね、はい、こちら、鉄筋不要。そして、コストダウン。型枠工事不要です。デザインがすごく簡単に作れます。はい、そして楽々施工ですね。はい、メンテナンスやっぱりできますね。水勾配不要です。はい、助成金が使えます。はい、工期の短縮になります。歩きやすいです。はい、薄い浸透マスも不要ですと。はい、すごいものを作ってしまいました。はい、こちらご紹介になります。こちらがドットコンプラスです。はい、ごめんなさい。まだね、画像、イメージしかなくてごめんなさい。これが完成のイメージになります。はい、これどういうことになっているかと言いますと、この目地の部分ですね。この目地の部分から水を浸透させていきます。見た目はもう完全にタイルのような、作りになっております。この目地から浸透させる。じゃあこれをね、どのようにやっていくかと言いますと、はい、こちらですね。これらを組み合わせていきます。そうすると、このようにね、タイル構造体ができていくんですね。はい、これね、中ね、こういう風な構造体になってます。中はね、空洞ですよ。はい、この中に水を貯留することもできます。こちら一辺が、600角の正方形になります。はい、そしてですね、こちら T 字の連結部使いますと、長方形の石畳のようなデザインの方も簡単に作ることができるんですね。600の1200の長方形、こういったデザインができます。和モダンなね、神社の境内とか、だいたいこんな風に石畳がバーっとなってますね。まるでそんなデザインがね、簡単にできてしまいます。そして、こちら、Y 字の連結部、これを使うとですね、なんとこのようにね、六角形のデザインもできるようになったんですね。はい。で、じゃあそしてね、端部どうするのかって言うんですけどね、端部の処理の方もちゃんと考えています。こちら直線パーツで、直線パーツにさらに連結の直線、これを組み合わせるとこのように直線も作り出すことができます。はい。そしてこのね、L の連結部ですね。こちらを使うとこのように端部まですっきり綺麗と、はい、もう型枠が組めてしまいます。このようにですね、施工がね、非常に楽になったんですね。はい。今までね、土間コンクリートを打つって言ったらね、全面ベターで打つとね、ダメなんですよ。コンクリートって3メーターか4メーターでね、区切らないといけないんです。なぜかというと、温度変化の収縮でひび割れしてしまいます。もうほぼ間違いなくね、ひび割れますね。はい。スリットを入れないとですね。
そんななんですけれども、そういった型枠工事、ね、こちら不要ですね。もう型枠できてますね。で、あとそういったスリット、ね、スリットを入れるやり方もあるんですけど、そのも兼ねてます。型枠組むっていうのもね、技術いるんですね。今まで木を切ってね、こうやってバーってやってね、糸張ってっていろいろやったんですけど、これレゴブロックみたいな状態なんでですね、施工者さんも、今日明日入ったぐらいのスタッフさんでも簡単に枠が組めてしまうというね。はい。そしてスピーディーにすぐに組めてしまいます。こういう風にね、端部の処理までしっかりね、考えられております。で、パーツはね、増やせば増やすほどね、もっといろんなデザインがたくさんできるようになってきますのでですね。はい。これもね、ご期待していただければなと思います。こちらはですね、モックアップというやつでして、試作品ですね。色はね、ごめんなさい。こちら白になってるんですけど、実際は黒になります。再生プラスチックを使ってやっていきますので、黒です。ですが、形はほぼ同じです。厚みは15センチの厚みになっております。もう大型トラックとか余裕で乗り入れられる厚みになっております。こちら600角のものがここに出来上がってきます。鉄筋はね、先に組んでから、このようにパネルを乗っける構造です。鉄筋もね、600角で組んでいきますので、非常に簡単です。鉄筋の施工もですね、非常に簡単です。はい。でね、土木の基準でね、350ピッチ以内ってね、スラブはね、あるんですけれども、これはね、600角で区切られていますので、こちらね、全部ね、300ピッチになるんですね。こういった基準もクリアしています。それとですね、本当にね、簡単です。これもう、イメージが簡単ですね。はい、ドットコンプラスというよりもね、もう600角の平板を並べてるんだよというね、そういう風なイメージで見てもらえれば、これがどれだけ強いか、ね、分かっていただけるかなと思います。そしてどれだけひび割れしないか、これも分かってもらえるかなと思います。で、平板ではね、できなかったことが、この鉄筋をしっかり通せるということですね。はい。平板ってね、もうガタガタになっちゃうんですね。もういつかもガタガタになっちゃって歩きづらい。それこそつまずいて転倒するなんてことがあると思うんですけれども、こうやってね、鉄筋をしっかりと通しておくことによって、段差ってほとんどできませんからね。このように入れることもできます。で、さっきね、鉄筋いらないよなんてお話ししたと思うんですけれども、はい、もう、一般住宅の駐車場程度、本当乗用車しか乗らないよっていう場所であれば、ロバンをしっかり作り込むことによってですね、おそらく鉄筋なんかまずいらないですね。そんなね、ガタガタになるようなことはないと思います。はい。そういったことでね、鉄筋のコスト、一般住宅であれば鉄筋のコストも省けるよということになります。ね、このようにひっくり返すとね、こういう風な構造になってるんですね。これはドットコンの丸のパターンと同等でですね、水がこの中に貯水できますので、この部分が、貯留層、浸透マスの面積とかのですね、地下貯留層、そういったものとの面積に組み込むことが可能になります。はい、こういうことの形になっておりますね。いろいろね、考えられてるんですね。こういったカバーをつけてね、挫折するよとかね、いろいろあります。鉄筋はね、22mm までの鉄筋が対応になっております。写真のイメージは 13mm ですね。はい。そしてですね、ドットコンプラスは何がすごいと言いますとですね、はい、なんとドットコンプラスは DIY が可能となっております。てか、そもそもコンクリートの DIY っていうのがね、私ね、間違いなくこう思います。DIY の中で一番ハードルが高いです。なぜかと言いますとですね、はい、まずですね、重機が必要です。重機による透き取りですね。はい。DIY でね、重機なんか使ってたらもう DIY じゃないんですよ。絶対違います。DIY で重機は出てきちゃいけない、そもそも。でね、なぜ重機が必要かと言いますと、地面のね、水勾配取らないといけないんですよ。水勾配をね。こういったところでね、透き取ったり、こういう風にしていかなきゃならないから、こういったところでね、とても難しかった。ね、人間の手で土掘るってすごい大変なんですね。だからこういったところで重機が必要だったからできなかったということです。じゃあドットコンプラスはどうかと言いますと、水勾配いりません。はい、もう土地のなりで大丈夫です。ある程度表面はなだらかにしていただいて、パネル設置して、コンクリートを打設することができます。そしてもう一つの DIY の大切なポイントがあります。ちょっとずつできるということですね。ちょっとずつ。一般的なね、駐車場コンクリートの打設ってなりますと、生コン車がね、いっぱい積んできて、ドバーッと入れていっぺんにやらなきゃならない。ね、こんなのね、素人さんには無理です。失敗したらどうするんですかと。はい、失敗したら今までやったの全部壊さなきゃならない。二度手間どころじゃない、もうお金がすごい発生する。ね、それと綺麗になんか仕上げられるわけないんですよ。はい。ですけど、ドットコンプラスなら、なんとですね、ちょっとずつやることができます。一マスずつとかですね。はい。ホームセンターでセメント買ってきて、砂利と砂とね、水を混ぜて、
1マスずつやっていくでもいいですし、ちょっとずつできる。これがね、DIY の大切なポイントなんです。ちょっとずつできるということです。で、大体駐車場1台分をですね、大体業者さんに頼むと、大体そうですね、40万円から60万円、もしくは土地の形状とかね、その土地土地で値段は変わってくると思うんですけど、大体それぐらいです。ホームセンターのセメントの値段ってね、全国ほぼあんまり変わらないんですね。はい、そういったところですね、ちょっとね、見積もりしてみたんですけれども、ドットコンプラスを使って駐車場を作った場合、大体駐車場1台分のコストは、なんと15万円から20万円でできてしまいます。DIY でやると。もう半額以下になってしまうんですね。はい。ドットコンプラスだったら DIY で駐車場やってみようなんてことがね、もしかしたらこれからの当たり前になってくるかもしれません。はい。そしてね、あとね、先ほど紹介したのは15センチという厚みのドットコンです。大型トラックに乗る仕様になってるんですけど、一般住宅用にですね、今後ですね、10センチもしくはもっと低いもの、もっと薄くて全然十分ですので、一般の駐車場でありましたら、ね、こういったタイプを作っていきますので、こちらもご期待ください。じゃあ最後にですね、こちらですね。はい、ドットコンでね、私はね、未来を守っていきたいと思っております。はい、私のね、夢はね、児童養護施設を作る。それも日本一の。それにはとても大きく稼いでいかないといけないですね。で、私ね、やっと、そんな夢を掴んでからどうやってやるんだということでですね、商品開発だということで、こういったことを取り組んでですね、やっと、なんか掴んだものがありそうです。ドットコンで、とても大きい市場になります。地面です。これをね、どんどん頑張っていって、必ずね、成し遂げたいと思っております。どうか皆さん、ご協力お願いします。ありがとうございました。